先日公開された実験体1202のショート動画。この映像にはチャプター5のラボ内部の様子が映っており、同時にチャプター4でも登場していたある装置との関係性が示唆されています。今回はこれまであまり注目されてこなかった装置に焦点を当て考察していきます。電撃1202と思われる個体の影が画面右側へ移動した際、突如として電撃が発生します。この描写について私は過去の動画で次のように考察していました。吊るされていた頭部を1202が食べていた際、その拍子に頭部が落下してしまう。それに驚いた1202が逃走し、その先でラボのセキュリティシステムとして存在するあいつが制裁を加えたのではないかというものです。この仮説に基づくと、このラボはあいつとプロトタイプが実験体となった個体を排除するための環境である、そうした描写を示している可能性があります。ただしこの時点ではあの電撃が何によるものなのか、またそれがセキュリティ装置であるのかどうかは特定できていません。あくまで推測の域を出ない考察です。しかし過去に同様の装置や描写が存在していれば、この推測は一つの仮説として成立します。前例がなければ単なる予想にとどまってしまいます。そこでこの考察を裏付けるための根拠を提示する必要があります。実はこの発光を伴う電撃装置は過去に2度登場していました。グリーンハンド。一つ目の前例はグリーンハンドです。これはキャットナップを倒した際に使用されたハンドで蓄電機能を備えています。フルチャージ状態では対象に対して感電を与えることが可能でした。このグリーンハンドはその後プロトタイプによって回収されたキャットナップの体についたままの状態で残されていました。ラボ内で確認できる電撃の発光はこのグリーンハンドを連想させます。そのためラボにいるプロトタイプがキャットナップからグリーンハンドを回収し、それを転用して攻撃手段として利用している可能性も考えられます。この仮説に基づけばチャプター5ではプロトタイプや他の実験体がグリーンハンドを用いた電撃攻撃を行うという展開も想定できます。しかしここで一度立ち止まって考える必要があります。仮にあの電撃がグリーンハンドによるものだとした場合、グリーンハンドはエネルギー消費が非常に大きく、連続して使用することは難しい装備です。確かに決定打として使う一撃であれば効果的でしょうが、常時稼働する攻撃武器としては現実的とは言えません。さらに地下環境では電力そのものが貴重な資源です。実際にセーフヘイブンにいた同意たちも大量のバッテリーを消費し、それが尽きた結果自家発電に頼らざるを得なくなり、最終的に博士との対決へとつながりました。そうした状況を踏まえると、その貴重な電力をあのような小さく脅威度も低そうな個体に対して使うことには疑問が残ります。このことからラボ内で発生した電撃は積極的な攻撃手段というよりも据え置き型のセキュリティ、あるいは制御用の装置である可能性も考えられます。電気ショック。ここでいう据え置きのセキュリティとは、徘徊するあいつやハギーのような存在ではなく、侵入や行動そのものを制限するために設置された罠を指します。ラボ内で発生した電撃が攻撃目的のものなのか、それとも管理や制御のための装置なのかを判断するため、過去に登場した事例を確認しておきます。チャプター4では非常に意味深な装置が登場していました。それは博士がナイトメアクリッターズたちを飼育しているケージのエリアに設置されています。監獄スタッフのミイラが収容された牢屋のような部屋。この場所には電気ショック独房という名称が与えられており、内部には電撃を放つ装置が設置されていました。プレイヤーが直接触れることはできませんが、電気による処置を前提とした設備であることは明らかです。この部屋に足を踏み入れると、ソーヤー博士は不可解なセリフを口にします。英語の原文では、彼が君たちを全部食べてしまわないようにしてくれ。まだ使える何かが残っていてほしい。という内容になっています。ここで言う彼とは、文脈から見て、やや大型のババチョップスを指していると考えられます。つまり博士は、ババチョップスが主人公や、餌として残されているミイラ、あるいは食べ残しの実験体の停止を、すべて食べ尽くしてしまわないよう注意しているわけです。食べられること自体は構わないが、実験に利用できる何かは残しておきたい。そうした博士の思惑が、この発言から読み取れます。本来であれば閉鎖されているべき部屋に、プレイヤーが立ち入ってしまったために発せられた言葉とも考えられますが、そもそも、なぜこの部屋は封鎖されていたのでしょうか。それは、この電気ショック独房に誰も入れたくなかったからか、あるいは、特定の個体を隔離し、監禁する目的があった可能性が考えられます。この部屋については、
現在も考察の余地が残されていますが、少なくとも隔離された個体に対して拷問に近い制裁や処置を行うための独房であった可能性は高いと言えるでしょう。実際にソーヤー博士はサイモンスモークを処理させる際、電気プラグを用いて感電死させています。このことからもわかる通り、ナイトメアクリッターズのような小型の個体に対して電気は致命的な手段となり得ます。つまりこのような装置を設置することで対象を感電させ、確実に制御する、あるいは排除することを目的としていたと考えることができます。罠。ナイトメアクリッターズたちを感電させる装置は当然ながら同じような性質を持つ個体にも影響を及ぼすと考えられます。ここで偵察レポートに記されたある一文を思い出してください。セキュリティは僕らを殺すように設定されているだろうという記述です。このセキュリティという存在と電気による装置が同一の仕組みであると仮定すると、いくつかの状況が自然につながってきます。まず初めてセーフヘイブンへ向かった時の出来事を振り返ってみましょう。その際、同意が防衛システムを切る場面が描かれます。その後、セーフヘイブンに到着した一行はスカウトによって再び防衛システムを作動させています。この2つの出来事の間に登場するのがあいつです。防衛システムが起動している間、あいつはセーフヘイブン周辺を自由に徘徊できていないように見えます。では、それはなぜなのでしょうか。その答えはセーフヘイブンへ向かう道中に設置されている装置にあります。そこには博士のエリアで見られたものと同型の電気装置が配置されています。ただしこの時点では電撃は発生しておらず、装置は起動していません。これは直前に同意が防衛システムを停止させていたことに起因すると考えられます。さらに奴を近づけないためには罠の配置を変え続けなければいけないという発言から、この罠が固定された設備ではなく移動可能な物体であることもわかります。セーフヘイブンの設計資料には侵入者を抑制するため高電圧の電気コイルをネットワーク、つまり防衛システム内につなぐという記述があります。このことからあの電気装置、すなわち電気コイルは本来セーフヘイブンの防衛システムの一部として機能するセキュリティ設備であったことが示唆されます。ではその電気コイルがなぜ反乱軍である同意の率いるセーフヘイブンだけでなく、ナイクリをペットとして飼育している博士のエリアにも存在しているのでしょうか。博士はプロトタイプと敵対していたと考えられます。それは博士自身のセリフやプロトタイプであるオーリーの発言からも読み取れます。しかし一方で同意たちはこの2人を仲間同士だと認識していました。この認識のズレこそが電気コイルが単一の勢力に属する装置ではないこと、そして状況によって利用される汎用的な防衛装置である可能性を示しているのです。ラボにも罠。ここまでの情報を踏まえると、察しのいい視聴者であればラボ内で発生した電撃の正体がこの電気コイルではないかと感じたかもしれません。ここからはなぜこの電撃が電気コイルによるものだと考えられるのか、その理由を整理していきます。この電気コイルを苦手としている対象はナイクリやスマクリだけではありません。プロトタイプの足であるあいつにも効果が見られました。このチャンネルではプロトタイプ本体と足の影としてのあいつは別個体であるという前提で考察を進めています。同一個体として捉えている方も多いと思いますが、ここでは一度別個体として整理して聞いていただくとより理解しやすくなるはずです。あいつが姿を現すのは防衛システムがオフになっているタイミングです。1度目は初めてセーフヘイブンへ向かう時、2度目は自家発電機を修理しようとした時でした。セーフヘイブンの自家発電機は修理の過程で一時的に防衛システムが停止します。この状況下でプロトタイプが狙っていたのは発電機のパーツに見せかけた爆弾を仕掛けることだったと考えられます。公式局のセーフヘイブンでも爆発の原因が交換されたパーツであることが示唆されています。要するに作業そのものはパーツを交換するだけで成立します。それにもかかわらず、なぜプロトタイプはあいつの存在を知らせ同意を外に追いやったのでしょうか。全員が同じ場所にいても交換作業自体は可能だったはずです。むしろプロトタイプにとってあいつが外にいる状況は計算外であり、同意に撃退させることを期待していた可能性も考えられます。防衛システムを解除するから準備していてほしい、そう伝えた上で確実に計画を成功させるためあらかじめ同意を外へ向かわせる。この周到さはいかにもプロトタイプらしい行動と言えるでしょう。もしプロトタイプとあいつが同一個体であれば自らが同意に捕らえられてしまうリスクも生じます。それでも交換作業を進めていたことから両者が完全に同一の存在である可能性には疑問が残ります。結果として
同意にあいつへの対処を任せたことで、プロトタイプ自身は内部から指示を出す立場に回ることができました。状況次第では同意にあいつを倒してもらうことすら想定していたのかもしれません。私はオーリーのセリフである残るはあいつだけだという言葉はプロトタイプ視点で語られたあいつへの認識を示していると考えています。それは敵対している博士と同じレベルで警戒すべき存在としてのあいつです。つまり少なくともプロトタイプにとってあいつは完全に味方とは言い切れない存在であった可能性が高いと言えるでしょう。ここまでを整理すると、セーフヘイブンの電気コイルはあいつやナイクリへの対策として機能しており、ラボの電気コイルは小型の個体やあいつへの対策として配置されているように見えます。では博士の独房はどうでしょうか。仮に実験材料を回収しに来る存在がいるとすれば、それはプロトタイプあるいはあいつである可能性が考えられます。こうした点を踏まえると、あいつは現時点ではどの勢力にも完全には属していない存在として描かれているように見えます。特定の陣営に従属するというよりも、状況によって排除の対象にもなりうる極めて不安定な立ち位置にいる存在、それが今の段階で読み取れる姿なのかもしれません。今回の実験体1202の動画はチャプター5の舞台においてこの電気コイルの存在が重要な意味を持つことを示唆している、そうした情報を含んでいたとも考えられます。この動画が参考になったと感じた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。